ご安全に。はいどうも、青函溶接職人カジチャンネルのカジです。今回は歪みを理解しようの第4回目となります。スプリングバックと応力について解説していきます。スプリングバック、応力ですよね。なるべく皆さんに分かりやすく解説するために頑張っていきます。最近は皆さんが歪みに対してすごく興味があるのを実感しています。しかしなかなかリアルな動画を回すことが難しいです。そういう動画を回せる機会があった時は紹介したいと思いますので、そこら辺ご了承ください。そして皆さん、チャンネル登録ありがとうございます。またこのアフロ前に見たなって思ってるそこのあなた、ぜひチャンネル登録していってください。あなたのコメント、チャンネル登録、高評価が私のモチベーションになります。これからの動画制作に役立てるために疑問に思ったことや感想などありましたらコメントしていただき、参考にさせていただければ幸せます。こんなこと解説してほしいなども募集しています。はい、それでは早速歪みを理解しようの第4回目いってみよう。はい、今回はスプリングバックと応力について解説していきます。皆さんはスプリングバックって知ってますか？プレスなどで曲げるときにある程度の力がかかるまでは曲げても元の状態に戻ってしまうとか、プレスで90度に曲げたと思っていた板がプレスから外すとまだ90度まで曲がっていないなんてことを経験したことがあると思います。動画のように物差しなどをこのように曲げても元のまっすぐに戻りますよね。それがスプリングバックです。スプリングバックとは曲げなどで力をかけた時に板が戻ろうとする力のことを言います。先ほどの図のように少し曲げてもスプリングバックの応力がかかっているために元に戻ってしまいます。応力とは外力を受けた部材内部に発生する内力のことです。つまり先ほどの物差しを力をかけて曲げている状態は、曲げようとする力と戻る方向にかかっている応力とが釣り合っている状態ということになります。なので物差しは力を抜くとまっすぐに戻ります。イメージですが、シーソーを思い浮かべてください。両端に同じ体重の人が乗ると釣り合って止まります。しかしどちらにも力はかかっている状態です。だから片方の人が降りると傾きます。この場合だと両側に人が乗って釣り合っている状態の見えない力、人の体重が応力と言えると思います。そしてこの一見釣り合って安定しているように見えるものの中にかかっている力を残留応力と言います。金属でも同じことが言えます。わかりやすく例を挙げてみましょう。厚めの板に図のように肉盛り溶接をしたとします。するとこのように歪みます。この肉盛りした部分をフライスなどで削り落とすとどうなるでしょう？若干ではありますが、このように元に戻ろうとします。機械加工をされている方ならわかるかもしれませんね。これは溶接による応力がこのようにかかっていて、反対に板がスプリングバックにより曲がりたくないとこちらの方向に力がかかっているのです。つまり削る前は溶接で縮んで曲がろうとする力と板のスプリングバックの力が釣り合ったところで止まっているのですが、ビードを削られることによって力のバランスが崩れて元に戻ろうとします。スプリングバックの力は溶接や熱で縮む力に比べるとそこまで大きな力ではありませんが、残留応力として残っていることは確かです。この例はビードを削り落としたことにより溶接の縮む力、応力が少なくなり元の状態に戻ろうとしたと考えられます。ちなみに肉盛りした反対側を削ると肉盛りした側に曲がります。これはスプリングバックの力が板が削られて小さくなったからです。ここで肉盛りして歪んだ状態の時まで話を戻します。
この力が釣り合った状態で曲がりを直そうと裏側を焼くとどうなるでしょう。歪みを理解しようの3回目で解説しましたが、焼くと伸びる力が発生します。この伸びる力と残留応力が相まってさらに曲がります。そこから初めて縮む方向へと力がかかります。歪みを理解しようの3回目で解説したように、伸びを意識しないと歪みが治りにくいのが分かりますよね。ちなみに残留応力を取るためには小鈍という工程を入れると残留応力がなくなり、応力がかかっていない状態になります。この小鈍は精密な機械加工がある機械製管の跡などに行います。例えば図のような板にこのように板を溶接したとします。するとこのように曲がりますよね。肉盛りする前に厚い板に何らかの形で拘束してから溶接すると、ある程度この曲がりを抑えることができます。しかしこの状態は残留応力があり、拘束を解くと曲がってしまいます。そこで拘束を解く前に小鈍します。すると残留応力がなくなり、拘束された状態の形で取り外すことができます。歪みを取るときには残留応力がどのようにかかっているのかを考える必要があります。この残留応力は品物の形や材質、溶接量により様々です。複雑な形になればなるほど一度に溶接してしまうと、どこに応力がかかっているのかがわからなくなります。複雑な品物を製作する場合だと、パーツで歪みがどこに出るのかを予測し、単品で溶接できるところは溶接して、歪みの取れるところは単品で歪みを取っておいてから組み立て製作することが重要になってきます。つまり本体を形作るパーツの数を極力減らすということです。こうすることにより最終的な歪みの出る要因を少なくし、歪みの原因を分かりやすくします。しかし鏡板など先に組んだ方が歪みを防げるような構造の場合もあります。歪んでもあまり関係ない場所は先に組んでから溶接した方がいいことも頭に入れておきましょう。歪みを出さないように製作し、かつ時間短縮となると必要最小限の手間と時間しかかけられないので、なかなか難しいところはありますが、逆にそのあたりが製管屋の腕の見せ所でもありますし、面白いところでもあると思います。次にパイプ状に板を曲げる場合を例に解説します。板をプレスやローラーで曲げた状態では元に戻る方向に残留応力があります。なので鼻曲げなどでは曲がりすぎを少し直すにはそこまでの力はいりません。しかし曲がりすぎを少し直し、応力が抜けた状態をさらに直す場合は普通に板を曲げるだけの力が必要となります。図のように3本ローラーで 9mm の板を曲げて筒状にし、長手の WL1 を溶接したとします。極端に書きますが、この筒がこのような歪みになったとしましょう。よくあるパターンではないですか？円の場合は曲がりすぎの部分があるということは必ず曲がっていない部分があるということに注目してください。今回は曲がりすぎの部分がこの部分、曲がっていない部分がこの部分です。これをガスで焼いて直すとします。焼き方のコツは歪みを理解しようの3回目を参考にしてみてください。この部分を直そうとした場合、こちら側を焼きますよね。ビードの上は直りにくいので、ビードの2番あたりを焼きます。しかし、ただ焼くだけでは直りにくいので、ジャッキなどで少し力をかけておきます。そして曲げたものの場合、戻る方向に残留応力があるので、この力も合わせて使います。この部分を直そうとしたとき、外に出ようとする力がかかりますが、円なので必ず曲がりすぎている場所があるはずです。
今回の場合はこの辺りになります。3本ローラーで正常に曲げた場合、ここからここまでの部分は同じ曲げになっているはずなので触ってはいけません。触るなら鼻の部分、周りになります。この曲がりすぎている部分を外から焼いて溶接線部分が出ようとする力に変えるのです。逆に外側の曲がりすぎた部分を焼いて直すときには内側の曲がっていない部分と合わせて焼くといいと思います。円の歪みを焼いて直す場合は反対側から焼く部分と一緒に焼くと歪みは取れやすくなります。ちなみにですが、私はパイプの長手溶接を裏はつりで溶接する場合は内側を先に溶接します。外側を裏はつりした時点であらかたの歪みを取っておけば丸が出やすいです。極端な変形部分になるとすれば溶接線周りとなります。裏はつりをした後だとこの部分は薄くなっているので曲がりも直しやすいです。外側溶接時には溶接部分を内からジャッキで押すなりして少し逆歪みにしておいてから溶接するとか、内側にジグを取り付けて溶接すると歪みは少なくなります。これまで何度も動画で言っていますが、歪みは出ないに越したことはありません。歪みが出たとしても最小限の歪みになるように製作しましょう。はい、歪みを理解しようの4回目どうでしたか。1回目から考えると少しずつ難しくはなっていますが、私なりに噛み砕いて解説しているつもりです。うまく解説できているのでしょうか。歪みというものを理解するには知識はもちろんですが、ぶっちゃけ経験がものを言ってきます。知っていても使わなければわからないことがたくさんあります。失敗も経験するでしょう。若いうちから積極的に経験を積んでおけると鬼に金棒です。周りの方々に助けてもらいながら経験を積んでいきましょう。質問等ありましたらコメントください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆様、ご安全に。